ハローこんにちは。 BLG vs ジェンジファーストゲーム始まりました。中国の2位対韓国の1位。もう後がない2チームです。ここで負けたら敗退。BLG がブルーサイドか。マオカイファーストピック。マオカイの評価が上がってきていますね。 WADC も可能です。ジェンジーの得意のマオカイ取られた。ジェンジーの番はルシアン・アニー・ノーチ。 BLG はアーリ・カサンテ・ジンクス。ワオ、ジンクス番か。ってことはアフェリオスまたはザヤ・ラカン。ザヤを取る。ラカンを取られる可能性もあるから、ここはラカンも欲しいね。ラカンは単体でもいけるし。 BLG ここで何を取る？マオカイはジャングルは固定してるので、ADC を取らなきゃいけないね。アフェリオスかな？ルルアフェ？じゃなくてゼリー。わあ、ゼリーもいけますね。確かに今大会ルーラー以外使ってない気がするけど、ちょっとナーフされてますから。ゼリーに対してはバイ、アーリはいないけどバイはゼリーが本当メタの時、全盛期の時カウンターとしてバイが出されていました。すばしっこいけどバイのアルティメットで確実に捕まえてラカンと一緒にフォローアップして潰す。バイジャングル。ジェンジーここでトップレーナー版。 BLG で気をつけなきゃいけない相手はビンですね。トップのこのビン選手、キャリーがすごい得意でタンクも使えるし連戦が非常に強いですから。ジェンジーはトップのドランがね、タンク気味のキャラ使ってる時はいいけど、ドラン自身がキャリーチャンピオン使ってる時はあんまりだからな。空いてるならグラガスドランが取ってもいいんじゃない？ジェンジーここでナーとジェイスをバン。でもジェイスバンするってことはグラガスはあんま視野に入れてないのかな。BLG はプロテクト構成で、ジェンジーはオールイン構成に見えます。懸念バン。ジェイスバンした理由が懸念の可能性も高いしね。ミッドブラインドにしてトップ後出しするのが安定しそうではあるけど、ドランはグラガス得意なんで取られる前に先に取っとくのも全然 OK ですね。BLG ここでグラガス相手。ビンだったらトップあれだな、グエンとか。序盤はちょっと不利だけど相手突っ込んでくるんでグエンでもいいですね。グエン。ジャックス、リアリセルフカウンター？グラガスきついよ。今大会1勝6敗。相手がブリンクが多いからタリアか。今大会あんま見てないけど。グラガス相手ジャックス取るの？ドラン舐められてますね。ここでジェンジーミッドチョービー何を取る？アーリーはバンされている。タリア相手何があるんだろう。リサンドラ。おお、突っ込む構成は変わらない。ゼリーを捕まえたい。またブリンク持ちですね。タリアのEに引っかからなければいいけど。ハローグニシは BLG vs ジェンジーファーストゲーム。ここで勝った方が昨日敗れた T1 と戦います。そこで勝ったら決勝行き。中国の BLG 見どころはトップの選手がとてもうまいね。 ADC のエルクがあんところなんか毎試合と言っていいほどスローするんだよね。簡単になんかゲールフォースとかフラッシュとかで前に出てやられちゃうとか、ポジションが悪かったりとかして
中国の2位の ADC みたいなんだけど、ちょっとスロー気味なんだよな。 BLG のジャングラーなんて呼ぶんだっけ、ズンだっけ。今のところそうだな、トップのビンがうまくて、それ以外はまあまあって感じ。 T1、ジェンジ、JDG がトップ3かなっていう印象ではあります。JDG にそういえば3立てされてたね。でも他のチーム、特にヨーロッパか NA だっけ、どっちだっけ、どっちかを3立てしてはいたな。ボトムのマッチアップがどうなるかですね。ルルもレン強いし、ゼリとルル、一時期ユーミゼリ、ルルゼリが多かった。リサンドラ射程が短いから足り相手そこまで有利取れなさそうだけどね。バイはボトムからスタート、マオカイはトップ。ジャックスはね、グラガスに勝てる要素がないと思うんだけどね。ジャックスって E でスタンを展開して Q で飛びついてスタン当てるんだけど、そこでグラガスがボディスラムで弾き返して逃げればスタン食らわないんでね。お、スタン食らった。E のタイミングが悪かったかな。いや違うな、歩いてくる E をグラガスが E を使っちゃダメだね。それは歩いて逃げないと。火を使った時にグラガスは E を使っていなさないといけないけど、ジャックスなんか攻めるね。プッシュしてレベル先行を取って強引にレーンを勝ちに行きます。Yeah, absolutely. I mean, he's not known as the individual that necessarily takes over a game, but he's a great facilitator. And I think a pick like Talia really does. マオカイボトムに向かうルートなのにジャックス超アグレッシブだね。ちょっと待って、グラガスなんかやられてない？もうウェーブ的にジャックスこのウェーブ早くプッシュしないといけない。バイが来る。でも帰るの間に合いますね。CS 有利取ってんじゃん、ファーストバックでジャックスが。すごいな。ボトムジャックスじゃねえ、なんだ、バイがトップで見えたから ADC を殺しに来る。殺せばワース、殺せばワース、殺せばワース。うわー、しかも11交換でもないのか。ゼリの Q を食らわないためにラカンがボディブロックしたりミニオンで隠れたりとかしたんだけど、強引にやられます。これウェーブロストもえぐいしやばいね。But that puts pace way down. Yeah, really nice setup overall from BLG. Calm, calculated. Jun skips the scuttle crab. ジェンジーの構成 ADC にかなり火力が偏ってるんで、他にあんま火力がないから ADC が潰されるのは痛いね。ミニオンの後ろに隠れたんだけど、ルルの攻撃も痛かった。And it almost went awry, but still, BLG walk away with a kill. They have themselves an only gold lead, and as you said, ミッドはチョービーが CS 有利取っている。That's just massive for them as well. When you take into consideration, it was a call start. First blood goes on the Zeri, like everything goes their way. ゼリはゼリじゃない、ゼリはカルスタートで、ザヤはドラン剣持ってたのにやられたんだね。まずいな、ドラ剣持ってんのにあれオールインでやられちゃうんだ。カルを買った側がキル取ってるんで、このカルがコンプリートしたらゴールド差がとんでもないことになる。
So they really do depend on him in those 5v5s, and he's in a great spot to succeed. And we've seen some of the elk plays, signature of some of the more wild. トップもなんか CS さ開いてね。なんでこれジャックスが勝ってるんだ。中国トップレーナーファイターえぐいよな。ジャックスとかフィオラとか。世界大会でビンはラモン相手ペンタ取ってたしね。超アグレッシブにタワープレートまで。超ビーが寄ろうとしてウルトを展開する。ラカもノックアップする。バイ Q フラッシュ当てるけど Q フラッシュオート E が出ない。でもキルは取った。 BLG もボトムデュオが上がってくるけど CC が少ないので捕まえることができません。ルルの弱点が出ましたね。こういうファイトでラカンが強い。ルルは連戦とあと20分ぐらいしか20分ぐらいまでやることがないね。ロームしても序盤はパワーがありません。おっとタリアのアルティメットでバイを狙う。これうまっ。これ入ってくるんだね。バイのフラッシュが消えてるのでブルーバフを食うだろうってことでえぐいな。ブルーバフをゼリに。あれ BLG うまくね。ジェンジまずいと。しかもドラゴンまでつなげてくる。ドラゴンまではちょっとやりすぎじゃない？ Very impressive aggression coming out from BLG. They decide though that the dragon is a step too far. Yeah, and Elk is just getting everything here. I mean, the dragon would have been risky as Chovy did have the push in mid. タリアにブルー渡したかったけどね。タリアはマナなしでたわしだ。逆にジェンジーがドラゴンを触る。相手のバックが遅れたのでバイはドラゴン取るのも優れてるし人も押し勝ってくれてるのでドラゴンをピーナッツ取ります。Right now, BLG has done their research and they are checking those boxes. おいトップの CS すごいことになってる。 20CS さトップギャップえぐ。グラガス有利マッチアップだよ。ジャックスがグラガスに勝ってるところ見たことねえな。オーマイガー。ジャックスマーキュリーブーツとシーン出てんのか。ショービーフラッシュを使う。E を使ってブッシュの中に入ったから E がなかったみたいですね。ジャックス育ってるけど構成的にはグラガスとザヤ、リサンドラ、ラカンでチームファイトはジャックスは身動き取りづらいんでチームファイト的にゼリさえ落としてそこからピールに回ればジェンジーが有利そうだけどね。ゼリを狙う。いいフラッシュはミスったけど殺しきった。ダイブを返していく。ルルがミッドに出張していたタイミングで狙いますね。ヘラルドを捨ててキルを取りました。でもタワープレートにつながらない。ウェーブはロストしたけどゼリでシャットダウンも取ったのか。でもバイのキルか。リサンドラバックができていないためミッドの主導権が取れません。そこでバックできなかったの痛いな。タリアが先に動く。And by showing Delight in mid, that gave Elk the confidence that, oh, they're actually looking to contest as a Herald, which then lowered his guard, and they were able to find a pick. So GENG closing the goal gap ever so slightly. Gotta say, been doing really well in this 1v1 up on top side so far. He's gotten a play. ジャックスが10分で 90CS、92CS だとどんだけフリーレーンなの。メレージャンプでしかもカウンターのグラガスに自分から当たりに行ってすごい得意なマッチアップなんだろうな。普通にやったら勝てねえマッチアップだけどやり方があるんでしょうね彼なりの。そういう細かいのがうまいからな中国トップレーナー特に。
入ったら本当にうまいね。青海アルティメットを使用する。トータルゴールドはイーブン。ジェンジーはドラゴン取れている。ヘラルドをどこでぶつける？ゼリにゴールドを集めていくとは思うけど、トップかな、このウェーブで1枚取ってるし。ゼリにお金を集めます。 ADC のゴールド差700ゴールド。ザヤラカンもトップに合わせていく。グラガスボトムに向かう。ジャックス TP。ドラゴンのタイミングだからデュオをボットに戻したのか BLG。 人数をドラゴン側に集めに行く。グラガスとジャックスお互いに 1v2 するんだったらグラガスの方が有利だけどね。 CS 食えるし、ジャックスはメレーだからね。ジャックスファーム食いづらいと思う。グラガス相手これあんまできないからな。ウルトで持ってこられたりとか。ここを狙いたいね、ジェンジーは。ジャックスが育たないようにザヤにお金も集めたいし。ゼリーは一人でボトムに行きます。グラガス相手は一人でもやられることはないということか。お、ウルトを使うゼリー。ここでウェーブクリア早くして入るのかな。でザヤラカンドラゴンのタイミングで帰ります。ゼリーのウルト帰ってくるかね。すぐ始めたら取れそうじゃないジェンジ。ゼリーはここでイモータルシールドボウコンプリート。カルもコンプリートしてるからお金がすごいね。ザヤはまだアイテムが出ていません。doesn't have his ultimate available either, but by sending Chovy top, ideally for GENG, he's able to get closer to that level 11, has the TP to come and contest. But I don't think GENG need to force this fight. It's a matter of if they're concerned about, well, Zeri in the late game is only going to get harder for us to deal with. We want to be able to リサンダラトップにステイしてテレポートはあるけど、あと25秒しないと自由に飛べない。ゼリーのアルティメットがないが戦わないのか。あと10秒でリサンドラ飛べる。リサンドラ飛んだ。でも遅い、正直。リサンドラ遅えぞ。いけるか。リサンドラ来る。チームファイトはどうだ。バイが突っ込む。でもリサンドラが遠かった。いやリサンドラ遠すぎじゃない。リサンドラトップウェーブを押し込んでタワープレート1枚取ることを優先したので、グループが遅れてドラゴンも取られたし、チームファイト負けたぞジェンジ。1ウェーブプッシュしてから即来るかなと思ったけど来なかったから、あ、じゃあドラゴン捨てんのかなと思ったけど、ジェンジの他のメンバーはおい危ねえ。いや今のドラゴンは中途半端だったね。リサンドラはあまりにも遅かったな。ジャックスも遅かったんだけど、リサンドラが来る前に HP 削られすぎたね、バイが。ラカンのノックアップは良かったが
ダメージが足りない。チームファイト始まります。ヘラルド。ザヤゲールフォースはコンプリートした。by this Talia the whole way, and Elk was pretty far back in that pit, so it's difficult, even with the Vi ult coming in, to be able to have any sort of follow-up. You know, Kaze is a mile away, Chovy is a mile away. They couldn't really get back in on this Zeri, and it is, again, back to live and BLG on this Herald. I mean, the gold does look quite close. Hang on, there will definitely be a fight here. Shun. グラガスが捕まる。グラガスにスキルを全部ぶっ込んでく BLG。ミッド側にジェンジーがいたので上側に逃げながらグラガスを孤立させて倒しに行きます。裏取りを狙ったグラガスを取りに行ったのうまかったな。全員でフラッシュインしたね。グラガス TP はある。14秒で帰ってこれる。ここで取り切らないと。取られても裏からグラガスが来るか。グラガスどこだ。チョービーが戦うけど引っかかる。チョービーフラッシュアウト。逃げる。チームファイトどうだ。ザヤが狭いところで殴るけどゼリーを落とした。 ADC はお互いやられたがどうだ。ジャックスがその後無双してる。2人ダウン。リサンドラギリギリの HP、 バイもギリギリの HP で耐えます。2-2交換です。これまずいのがレートゲーム行けば行くほど BLG が有利じゃないか。序中盤構成にジェンジー見えるけどな。ここでイーブンファイトはまずいですね。リサンドラがアルティメットでゼリを捕まえたんだけどそれをフォローアップすることができない。タリアの E のレゴのせいで。ラカンがねそれにフォローアップしたかったんだけどスタン食らっちゃうんでブリンクすると。タリアの E が効いてますね。And then it's just a 1v1 battle on one side between the supports, while Bin just barely not able to finish off Chovy and Pina, who are getting out of there with blinking health bars. タリアが刺さるな。ブリンク多い構成相手に。でタリア自身もクラウンをかぶってるんで硬いね。タリアを狙うことも難しい。タワシャに持ってきた。うまくスロー当てボディスラム。ソロキルか。Q が当たらない。逆にやられる。とんでもねえ TP だ。Oh no。グラガスこれを Q 当てられないか。いやグラガスの Q が変なとこ行ったね。最後全てうまかったんだけど。ここで Q をポチッと足元に置くだけなんだけどフラッシュを想定した Q なのか。タリアフラッシュなかったけど。だからグラガスを倒すためにタリアフラッシュ使ってたんだよねトップで。まずいな。ジェンジーがストレートで勝つと思ったんだけど BLG 強えぞ今日。チョービーが引っかかる。マオカイのアルティメットがあるから誰もフォローアップできねえ。そっからマオカイが W でついていきタリアもついていく。あれジャックスがえぐいんだけど。BLG えぐいな。ジャックスがグラガスボコボコにしてるのが信じられないね。ゼリもキル取ってるしウルゼリやからレートゲーム最強だし。ゼリの W のスロー当ててジャックスがスタン決めてルルのノックアップアルティメットのノックアップまで決めてうまく CC 合わせてマオカイのウルトからマオカイ W ジャックスのスタンタリアが超える。美しいな BLG の戦い方。構成強いな。
retreat back to the Dragon. And we talked スタンを about 重ねていきますね。動けません。 We saw a lot of comfort picks on the side of BLG. The fact that Yagao gets his Talia is something he's very proficient on. ジャックスのダメージ He's so well known for. You can see him ADC より出てる。 dominating across the board. Yagao's having so much presence on the map. Yeah, he made a bit of a blunder in the bot lane where he almost lost his life. In terms of the 1v1 matchup, Chovy is getting the better, but it doesn't matter because his impact overall タリアピックが is 効いてるな。 resulting in team fight wins for BLG. And it's exactly what you were talking about, Isaac. He doesn't have to be the star of the show. The man is excellent at facilitating the rest of the team. Yeah. Being on a pick like Hitalia allows him to do just that. The wall cutting everybody off. ダメージがちょっと少ない構成ですからジェンジーは。ジャックスが止まりませんね。ジャックスを溶かしきる火力がないな。CC で固めることはできるけど殺しきれるか。トータルゴールド3000ゴールド差。You can't use your dash, or if you do, you just get stunned up again. So there's not really any way from the retreat from those situations. So I think the timing from Yagao and the coordination from BLG in these fights has been on point. Yeah, the zone control that BLG have with their composition was something we talked about at the beginning of the. ドラゴンはインファーナルか。 When we look at these objectives as well, ジャックスがサイドでフリーですね。レベルも高い14レベル。バロンの視界を消していく BLG。ゼリは機動力高いからエルクでもスローしてくれないんじゃないか。アフェリオンスの時はね、本当かさんっているのにマイブリンクしたりとかして自滅よくしてたけど、かさんってもいねえし、ゼリルルだから捕まえるのも厳しいし、 ADC のアイテム差がすごいな。ザヤがここでセカンドアイテムが出れば軽く出てきますけど。出た。名残が出ました。Yeah, it's trouble here for GENG. I mean, you can look at the scoreline of Doran there in the top side with the Gragas 0-4 and 0 has not been able to contribute. ジャックスをうまくマークして、でもゼリーだもんな。ジャックスに CC 入ってたらゼリーが止まらないか。でもゼリーに行って綺麗に捕まえないとジャックスが無双するし。でもザヤだから一人で立ち回ってもらってゼリー落としてから戻ってくるのが良さそうでもあるかな。GENG 戦い方が難しそうです。タリアの E があるからね、入りづらい。タリア自身も硬いビルドいってるし。ゼリーハリケーンコンプリート、相手が突っ込んでくるので AOE で3体殴れる。一気に裏から TP だとジャックスの TP だ。裏から魔王界のアルティメットリサンドラが孤立してる。ジャックスが狙われる。ジャックスが4人に捕まる。ジャックス殺される。リサンドラもやられる。これは正直交換はいいんじゃない。お互いに裏取れ取ってたやつらが捕まった。今のでアルティメットを2個使ったGENG。いや3つか。リサンドラ、バイ、ラカンのウルト使いました。ザヤとグラガスのウルトしかありません。一方 BLG は魔王界のウルトしか使ってないよ。バロン触るがバイが生きているので 50-50 はしたくない BLG。 バロン触ってミッドプッシュに戻ってドラゴンが16秒。 BLG は相手のバックを止めました。3ドラゴンに向かう BLG。 GENG はバロン取られる可能性があったからバック遅れちゃってドラゴン取れそうにないですね。ジャックスストップウォッチを購入。グラガスはモレロノミコンを優先か。
マオカイがアイテムで回復するし、ジャックスも回復するしね、ゼリもライフスティールアイテムあるので、モレロで重視をばらまきたい。リサンドラとグラガス、どっちも TP があるから、2人でボトム倒して、相手がバロン行くんだったらダブル TP でトップに向かう動き。しかしダメージが足りないリサンドラとグラガスじゃ。ジャックスもうまく引きます。機動力も高いですからね。ここでミッドがガラ空きだ。ジェンジーミッドタワー取るのはでかい。トータルゴールドは3000ゴールド差。全然戦えます。4ドラゴンだけはジェンジー取られてはいけません。リサンドラとグラガス2人でボトムレーンに行ってジャックスを捕まえてダブル TP でバロン取るっていう作戦みたいなんだけど、ジャックスは今トップに向かってますね。ここででもジェンジいいんじゃない？バロンを触らないといけないよ BLG は。バロンのダメージも食らうし、バロンでスキル吐くし、バロンのデバフをもらう。こっから裏からテレポートするリサンドラ。まず第 OK でグラガスも来る。でバロンから剥がれるか。グラガス来た。グラガスの HP が削られる。グラガス HP 半分以下。グラガスの HP 消えたから、じゃあバロン触るかってことで、タリアがアルティメットを使う。ラカンが入っていくけど、ジャックスストップアーチで耐える。バロンを取った。チームファイトバラバラだ。ジェンジみんなで突っ込んで敵1人を捕まえる構成なのにバラバラだぞ。グラガスがフラッシュイン。ウルトを使ってくるけど、ジャックスが飛び込みワンキル。リサンドラもうまく突っ込むけども誰もフォローアップができない。グラガスのテレポート位置が1人でバロンの中だったから誰も助けられなかったか。これはゲームエンドじゃない？いやジェンジなんかすごいバラバラだね。全く歯が立たなかったな。ミニオンを遠ざけているけどBLG が初戦取りますか。いやトップギャップえぐいな。グラガスでどうやってこんなボコられるんだ。タレピックも効いてたね。GG's。